ついに、この時が来た。チャンネルを開設して、早2年と8ヶ月。めっちゃスローペースではありますが、皆様のおかげでここまで来れました。1万人達成の瞬間を、この目で見るぞ。やったー、万歳。皆様ありがとうございます。実は、1万人達成の瞬間、完全に寝落ちしてました。わら、どうにかスクショだけ撮れたので、よかったー。そして朝にはさらに5人増えていました。ありがたやー。今回は、私がいつも作業をしている、アトリエを紹介します。アトリエって言いたいだけで、普通の部屋です。わら。まず、こちらが、作業台、娘の学習机です。娘はリビングで宿題をするので、作業台として使わせてもらってます。こちらは、おなじみの、ペアボスティンに立ち、猫集めは3号作ってるのですが、動画にはしないかも。こちらはムーミンハウスです。すでに4号貯めてます。わら。こちらは趣味の羊毛フェルトの道具です。ムーミンハウスのパーツたち、置き場所に困る。わら。箱買おうかな。必殺グルーガンなどの工具と、マリサのほうきとフランの羽。こちらも置き場所に困ります。わら。近くで見るとちょっと荒いですよね。そして、次回制作予定の悟りのもの。生地はもう買ってあるので、春休みに作ります。お気に入りのストーブ、すぐ壊れちゃって、交換してもらったよ。こちらは立ってかけられるアイロン台。ほこりっぽいので空気清浄機も置きました。作業台の下は、ゴミ箱と、段ボール。あ、この生地はダブルガーゼってやつです。余ったらマスク作ろうっと。こちらはこの日のために、めっちゃ整理したソーイングボックスです。そしてこちらが足踏みミシン。親戚の方に譲っていただきました。年代物ですが、めっちゃ使えます。こちらは、今まで作った作品などを直しておくクローゼット。マリサの帽子。これが、初めて娘に作った、うさぎさんの着ぐるみ。こんなちっちゃかったんやな、わら。その時の写真がこちら。さすがにこれだけじゃ寒いよね、わら。お次は、娘がまだ1年生の頃に作ってあげた、シンデレラの衣装です。その時の写真がこちら。普段はカジュアルな服が多いので、可愛さ増し増し、わら。動画で紹介している東方系の衣装も、ここに全部入れています。これは、コスプレの下に履くドロワーズ。作ってみたけど、きちっとしすぎました。パニエとかも作ってはいるのですが、いまいちなので動画にはしていません。東方のコスプレたちは、ハロウィンパーティーと動画の撮影の時しか着ないです。収納スペースがどんどんなくなってくるよ、わら。こうやって見てると、いろいろ作ったなって思います。これはレイム。これはフランですね。これはサンタのコス。ここは小物類を置いてます。そして、ここのケースには、余った生地や娘の羊毛フェルト。下の段は、母の羊毛フェルト。今年から作家活動を始めたので、たくさんあります。そしてこちらは、娘専用ボックス。いろんな色や、ビーズなどを混ぜて、暇さえあれば、大量にスライムを作っています。作品制作に集中すると、めっちゃ散らかしてしまうのですが、片付けると気持ちいいですね。正面の棚には作品を飾ったり、材料を置いてます。めっちゃ片付けたので、引き出しの中も見てください。わら。こっちに文房具や絵の具、ムーミンハウスの絵の具もここに入れました。もともとは何でもかんでも突っ込んで、
ぐちゃぐちゃにしちゃうので、この状態をなるべくキープしよう。こちらはハンドメイドの材料など、雑貨屋さんで買ったスタンプ。こっちは友達にもらいました。こっちの制作も頑張らな。そして、片付け出すと止まらない性格なので、ミシンも磨きました。メラミンスポンジでコスコス。水拭きで取れなかった汚れも、どんどん落ちていきます。ここがわかりやすいかな。新品やん。全体もしっかり磨いて、かなり綺麗になりました。ビフォー、アフター、ビフォー、アフター。大事に使おう。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら、チャンネル登録、高評価、コメントなど、よろしくお願いします。よかったら、他の動画も見てね。こっちのチャンネルも、遊びに来てね。